個性の定義からちょっとみんなに聞きたくて、なんか個性っていう言葉を使うからなんか人と違うものが個性とかっていう風に思いがちだけど、なんか私はそのありのままの自分っていうか当たり前だと思うんですね。なんだろう、本当にこれは人それぞれだと思う。自分をその外見で表現する人もいれば、全然ファッションとか外見に興味ないけどすごく個性的な人はたくさんいると思う。例えば外見とかで言っちゃうと、サラリーマンって絶対着ないといけないスーツっていうのもあるだろうし、なんか仕事に行くときはみんな作業着だし、でも個性がない人はいないし、全然多分そこは合致しないんじゃないかなっていうのは思うかな。でも確かにその仕事の時とかはなんかある程度の制限を受けてたらその出しづらいっていうのはあると思うけど、例えばプライベートの時とかその個性ってなんかさっき個性の定義の話をしてたけど、僕はなんかその人が持ってる特徴、その良い面も悪い面も含めて個性だと思うから、なんかご飯食べる時にくちゃくちゃ音鳴らすよねとか、そういうのも全部いい悪いは別として個性だと思ってて、それで考えるとプライベートの時とかに部屋とかでラフな格好をしてるのも個性だし、自分の部屋でもなんか割とちゃんとした格好をするっていうのも個性だと思うから、もちろん日常生活の中である程度の制限を受けてたらやっぱりそれは抑えられちゃうと思うけど、でも365日仕事っていうことじゃなくて、やっぱりプライベートの時間もある程度あるはずだから、その時の見た目っていうので判断できるのかなと俺は思います。でもなんか例えばトレンドがあって、でみんな同じ服着てる、でもそれぞれ違うわけで、それぞれ違う個性があって、だから本当になんていうの、どっちでもないっていうか、マジで人それぞれなんじゃないかな。必ずしもそうじゃない。トレンドとかも選んでるのは自分だから、それはトレンドを選んだっていうこともその個性なんじゃないかな。なんか個性ってさっきも言ってたけど、なんか見た目とかで絶対ないじゃないですか。見た目が全てじゃないし、その人の話し方とか、こういう例えば映画とかが好き、作品が好き、音楽が好きとか全部個性で、でもなんか服装とかって結局選んでるのは自分じゃないですか。だから選ぶって行為をしたら、もうトレンドをその人が選んだっていう事実が個性なんじゃないかな。ちょっとずれちゃうかもしれないですけど、なんかやっぱ外見出てんなって思うのは、例えば科学好きな子だったらもうバトル出てるのももう白衣とか着てくる子もいるし、しかもそういう人結構レゲエが好きな人はもうドレッドとかもあるから、やっぱそういうのを見てるとやっぱ個性っていうのが外見出るなって思う。でもそれはその子たちが選んで自分を、そうやって外見で表現しようって選んでそうして、だからそういう子もいれば、例えば私今美術の予備校行ってるんですけど、なんかみんなすごい作品作ってて、作品だけ見たらすごいそれぞれ個性的だなって。でも服とかは全然もう普通っていうか、全然私はなんか特別おしゃれとかすごく個性的だとは思わない服とか着てる子がたくさんいて、外見じゃ分からなくても中身をなんかいろんなこと考えててクリエイティブなんだなっていう子もたくさんいる。確かにその服で個性が出るみたいな話だったと思うんですけど、服が例えば同じスーツだとしても、なんかダラダラしてるみたいな個性がある人だったら、なんかボタンがヨボヒンゴしてるかもしれないし、きっちりしてるんだったらチュキってしてるかもしれないし、なんか着こなしとか、その所作とかにも個性が出そうなので、外見って個性なんじゃないですかね。なんか小学生とかと接してても、例えばじゃあトーマスの T シャツとか着てたらトーマス好きなんだなとか、あとなんかすごいカブトムシの T シャツとか着てる子がいて、で虫好きなのって言ったら虫好きっていうとかよくあるから、別に大人とか若者に限ったこともなくて、もちろん赤ちゃんとかは自分で選んでるわけじゃないから、それは例外としてでも、小学生とかでこの服がいいからこの服着たいとかいうのも、やっぱりその子の個性
に合った服、虫好きな子は虫好きな服着てたりとか、ピンク好きな子はピンク好きな服着てたりとか、そういうのはやっぱりある程度表現されるんじゃないかなって、そう思う。人それぞれだと思います。結構中華になってきました。個性って何をもって個性っていうのかっていうところが多分大きくて、今の会話だと個性はその人が例えばじゃあ好きなもの、趣味が個性なのかどうなのかみたいな、その人の内側に何があるかっていう話を多分してたと思うんだけど、割と僕はその個性っていうのは割と外側から見られて、外側の人たちがこの人はこういう個性があるよねって判断するっていう、そういう個性も大きいと思うから、だからそういう面では割と服装も大事なんじゃないかなっていうのは確かに思う。例えばなんか舞台に出るライブとか表に出て表現する人だったら、印象を残さないとみたいなことを私は思ったら、自分の中身と自分の外見を分かりやすく、パッと他人が見た時に分かりやすくなるように派手な服を着ようとか、じゃあ科学の服とか作ってるから科学の服を着ようみたいな、そういう分かりやすくするための手段として個性は服装みたいな感じにもなるんじゃないかなって。なんか全然違うとは思ってなくて、そういう人もいるよねっていう、個性を外見で表現できる人、あとする人をしようと思う人もいるけど、そうじゃない人もいるよねっていう、どっちもだから、なんか違いには言えない。いやでもマジで間違いないと思うし、その個性出せる人出せない人いると思うのはめっちゃ分かるし、でもやっぱ外見が派手な人ってやっぱ大体個性強いとか思うし、やっぱそう考えたらやっぱ個性は結構外見に出るかなと思う。でもなんかそれってなんだろう、そういう外見に出していい環境にいた人とか、なんだろう、それを認められる仲間、なんかそれを OK とする仲間が周りにいるからできることだと思う。必ずしもそうではないと思うけど、そうやってなんか強く個性を出してる人ってなんていうの、それができるから、だからめっちゃ個性的な人でも、例えばなんか親がそういうのすごく嫌ったりとか、なんか友達にすごく否定されるみたいな環境にいる子はできないし、例えばめちゃくちゃラッパーでも多分世界でも派手な人がいると思うんだけど、それは多分外側から見てこの人は個性が強いなとか多分思うんだと思うんだけど、でも本当はその人は例えば服はどうでもよくて、なんかまあこんな感じかなって言って自分の好きな適当に選んだ服を着てラップをしてたと。でもたまたま服が派手でラップをしてて、やっぱラップをやってる人は派手なんだな、個性は外見に出るんだなっていうのが外側からそう見えてしまうこともあると思うから、だからそれは多分意外と結びつかないんじゃないかなって思うかも。ちょっと移動する。だいぶ移動してちょっとこれも経験になっちゃうんですけど、やっぱ最初、ステージ立つときはマジでもうめっちゃ派手な人でも、そのライブ前とか挨拶とかしに行ったらもう全然一般人みたいな人とかもやっぱそう考えたらやっぱあんまり、本当に出す人もいるけど、あんまり出さない人もまあまあいるぐらいかなみたいな、ちょっとここら辺かな。確かにもう髪の毛が例えばめちゃくちゃ長くてなんか見た感じなんかあんまり自分の見た目手入れしないんだろうなとか、そういうのは多少あるかもしれないけど、でもやっぱりさっき誰か言ってたみたいに環境によって変わるっていうのはそれすごいでかいなと思ってて、例えばじゃあ政治家の人たちって大体みんなスーツ着てるけど、もちろん政治家になるってことは自分の主張が強い人が多いんだろうけど、でもその中でもやっぱり個性はそれぞれだと思うけど、でもやっぱり結構みんな似たような見た目をしている、似たような髪型をしているって、それはなぜかっていうと、そういう見た目の方が清潔感が出るから当選しやすいとか、そういうのがあるだろうから、本当は例えば政治家の人で本当はドレッドにしたいけど、ドレッドにできないからこういう髪型にしてるんだみたいな人も絶対いるはずだから、だからやっぱり自分の利益とか、自分が
掴み取りたいもののためにやっぱり自分の個性をあえて外見に表現しないっていう人がいっぱいいるなっていうのは今話しててちょっと思ったかな。